球の国全部行く日本三大ドヤ街、西成、山谷、寿町、大阪の西成に続き、今回は東京都唯一のドヤ街、山谷。以前は東京のスラム街と呼ばれ治安が悪かったのですが、今はどうなっているのか、山谷の今の様子をお伝えします。まずドヤ街とは日雇い労働者が多く住む町のこと。宿と呼べないほど粗末な簡易宿泊所が多く、宿をひっくり返してドヤと呼ぶようになったそうです。山谷もそんなドヤ街の一つで、場所は東京都台東区浅草と南千住の間にある一角です。一見普通の住宅街なのですが、山谷地区に入ると簡易宿泊所が多く、ところどころ異様な雰囲気の建物や公園があります。この辺りに住む日雇い労働者約3800人は現在では高齢化して平均年齢67歳、なんと9割の方が生活保護受給者とのことです。山谷の最寄り駅、南千住駅を降りると、目の前には延明寺というお寺があり、首切り地蔵という4メートルもある大きなお地蔵さんが座っています。ここは江戸時代小塚原刑場があった場所で、明治初期まで貼り付けや斬首など処刑を行っておりました。ここ延明寺は刑死者の菩提を弔うために1741年に建てられました。首切り地蔵は何とも言えない優しい顔をしていて、周りには小さなお地蔵さんがたくさんおります。安政の大獄で吉田松陰もここで斬首となりました。すぐ隣の恵光院には吉田松陰や橋本左内の墓がありました。またアントニオ猪木の師匠カール・ゴッチの墓もあって驚きました。さらには肝臓記念碑というものがあって、杉田玄白らが小塚原刑場の刑死者の解剖をして、オランダの医学書ターヘル・アナトミアと死体を比較してその正確さに驚き、その後苦労してかの有名な解体新書を出版したのです。ここで処刑された方々が解体新書の元となり、今の医学の発展につながっているというのは驚きですね。また入り口には吉信地蔵尊があります。これは1963年に起きた吉信ちゃん誘拐殺人事件で、当時4歳の被害者吉信ちゃんを弔うために建てたお地蔵さんです。吉信ちゃん誘拐殺人事件は刑事平塚八兵衛が解決したことでも有名です。さて、貨物列車が多く走る線路を越えて5分ほど歩くと涙橋の交差点に到着。江戸時代小塚原刑場の手前に涙橋という橋があって、ここから先は罪人しか行けないため、身内と最後の別れをした場所です。互いに橋の上で涙を流したことから涙橋と名付けられました。涙橋といえばもう一つ有名なのがこちら、漫画明日のジョーです。明日のジョーは山谷が舞台となっていて、丹下ジムは涙橋近くにあるという設定です。等身大より少し大きめのジョーのフィギュアがあって感動的です。特に観光客はおらず、一人で何枚も写真を撮ったり動画を撮ったりできました。すぐ脇を見ると東京スカイツリーがかなり大きく見えました。ここからわずか 2km のところにスカイツリーがあります。さて、涙橋交差点からすぐの脇道には月決めのコインロッカーがあり、月2000円でロッカーを使うことができます。かなり古いですね。1ヶ月単位でロッカーを借りるというのは日雇い労働者の街ならではですね。さらに歩いていくと、まさにドヤ街、たくさんの簡易宿泊所の看板がありました。1日2200円というのが多いですね。トイレ、風呂場共同、カラーテレビ、冷暖房完備とわざわざ書かれているのは、それもない宿泊所があるからです。1泊2200円と書いてありますが、1泊のみでは泊まれず、通常1週間以上は泊まる必要があります。1ヶ月泊まれば6万6000円なので意外と高いですね。安アパートなら3万円ぐらいからありますが、日雇い労働者は保証人や敷金礼金などを準備するのが困難なため、普通のアパートには住めず、このような簡易宿泊所に泊まるのです。山谷はとにかく自転車が多い。たくさんの自転車が路上に止められています。車を持てない人が多いので、移動手段は自転車なのです。山谷の宿で最安値はここ、稲荷屋です。別名ジブリの館。宿の壁には一面草木が茂っています。入り口の前にはかなり大きな木が生えています。横から見ると大きな木であることがわかりますね。道路に完全にはみ出ていますよ。この宿も
1週間以上でないと泊まることができません。この草木のおかげで夏は涼しいそうです。さてここは城北労働福祉センターです。この辺りはちょっと異様な雰囲気ですね。日雇い労働者の方々が何人か座っていました。さらにこの大きな看板には訴えるような文章が書かれています。読んでも意味がよくわかりませんでした。その脇にはホームレスの方々のテントがいくつかありました。もう2時間ぐらい歩いています。日曜日なので店がほとんど閉まっていますね。それにしても腹が減った。まずは腹ごしらえということで、山谷の日雇い労働者たちに人気の激安弁当屋うさぎに行ってみると、日曜日なので閉まっている。160円の卵焼き弁当が人気のマリア食堂は夕方からだし、激安食材店のフレッシュストア中村屋も閉じている。日曜日の山谷は多くの店が閉まってますね。山谷の自販機はほとんどが100円、80円のものもありました。大阪西成の自販機はほとんどが50円でしたが、100円自販機も十分安いです。試しにすっぽんドリンクを買って飲んでみました。かなり甘い。砂糖大量ですっぽんの味はまるでありませんでした。まあ100円なので仕方ないか。ようやく見つけました。ほっかほっかの弁当、飛躍亭です。激安ではないですが、安めのお弁当屋です。せっかくなので変わったものが良いなと思い選んだのがこれ。かき揚げ弁当350円。もつ煮込み240円とおしんこ100円も。せっかくなので山谷の聖地玉姫公園で食べることにしました。明日のジョーでは山谷に現れたジョーが玉姫公園で酔っ払った丹下段平を踏んでしまい、2人が初めて出会うシーンで有名な公園となっております。実際に玉姫公園に行ってみると、ボランティアの方々が食料品詰め合わせを無料で配っていました。公園内で数百人の方が列を作っていて、とても入れる状況ではなく、路上で弁当を食べました。唐揚げ、ハンバーグじゃ面白くないのでかき揚げ弁当です。これが結構うまい。野菜のかき揚げはサクサクしていて甘めのタレがご飯に合う。そしてこの240円のもつ煮込みがめちゃくちゃうまい。長時間煮込んだもつにこんにゃくとなぜかちくわぶも入っていてめちゃうまです。量も多くてこれで240円かという感じ。さすが日雇い労働者の町の弁当ですね。さらに100円のきゅうりのおしんこは良い感じで使っていて塩味が最高でした。隣にある玉姫稲荷神社に行こうと歩くと、先ほどボランティアが配っていた食料品詰め合わせを持って歩く方がいました。いろいろな種類の食べ物の詰め合わせで皆さん満足して持ち帰っていました。760年創建の玉姫稲荷神社は由緒正しい神社で、この辺りに靴業者が多いことから毎年4月と11月に靴祭りが開かれるそうです。今度4月末の靴祭りに来てみようと思います。ローソンストア100の店内、酒の棚をよく見ると万引きは窃盗罪です。判明次第警察に通報しますと書かれていてびっくり。すべての棚に書かれていますね。こんなコンビニ見たことないです。こちらは山谷の商店街。以前は屋根があってアーケードになっていたのですが、ホームレスが居座ってしまうため屋根を撤去したとのこと。古い商店が多いですね。屋根があった時はホームレスが多く住んでいたのでしょうね。1960年代には警察の対応に不満を持った日雇い労働者たち数千人が交番前で暴動を起こすことが何度かありました。現在交番は移転しましたが、ビルのような大きな交番ですね。こちらは山谷労働者福祉会館でキリスト教会にもなっていて、引き出しなどを行っています。ちょうど私が来た時は多くの日雇い労働者の方々が仕事を斡旋してもらうらしく、大声で確認し合っていました。希望の家にやってきました。ホームレスに部屋を提供したり支援したり、いろいろと世話をしてくれる施設です。山谷には身寄りのない人が多いため、最後亡くなるまで見とってくれるところです。山谷の日雇い労働者の方々のおかげで東京の建物、道路が作られ発展してきたわけですね。あと20年もすれば高齢の日雇い労働者たちはいなくなります。そうなると何事もなかったかのように街は再建されていくのでしょうね。高度成長期を支えてくれた彼らに感謝いたします。ご視聴ありがとうございました。